はい、こんにちは、うるぽろです。今回は10分着付け、お下がり着物と手持ちの洋服を合わせて気軽にハロウィン気分ということで和洋ミックスの着付けをノーカットでお届けします。今回インナーで使うのは確かね、平和堂系列で買ったトップスとGU のスカートです。プリーツスカートですね。こんな感じで洋服からのスタートになります。着物はこの日が雨予報だったのでウールの着物にしてみました。オレンジの柄がちょっとかぼちゃっぽいですよね。オレンジと緑でかぼちゃっぽい感じで、こちらがこの動画に出てくるおばあちゃんからの、お下がり着物ですね。お下がり着物を今回は使ってみました。おばあちゃんが結構小柄な方だったってこともあって、身幅が狭くって身丈なども結構ちっちゃめなので、こういう和洋ミックスにするとちょうどいいかなと思います。で、今は着物のこの長さを決めているところですね。裾の長さをちょっと短めにしてプリーツスカートをたっぷりめに見せた感じの和洋ミックスにしようかなと思っています。で、ここで腰紐を持ってきて、腰紐をパチッと留めちゃいたいと思います。これがね、後輪ベルトの、ロングの方だったかな、ロングっていうかな、L だったかな、ちょっと長い方の後輪ベルトを使っています。ちょっと最近ね、食べ過ぎちゃって昔と比べてちょっとね、腰回りがちょっと肉がついてきたので、ロングの方が今はちょうどいいですねそして前ですね、前の襟合わせをこういい感じに合わせていきます。で、私は和洋ミックスの時は襟は、一切抜かないようにしています。っていうのも、襦袢をつけてないので結構ね、前にね着物がずーってずれてきちゃったりするので、もうそれだったらいっそのこと襟は抜かずにもうぴっちりと、つけちゃう感じで着付けをしています。まあね、この辺のは、好みですかね。個人の好みによって、まあ、抜くか抜かないかを決めていただいたらいいと思うんですけれども、私は、着崩れるのが嫌なので、もうぴっちり襟は抜かずに、着付けてしまうって感じですね。そして、腰紐を打っていきます。腰紐に関しては1本目は、本当の腰に打つ方ですね。1本目の腰に打つ方は、ゴムの後輪ベルトが好きで、2本目のこの胸の下に、打つ腰紐の方はこういう紐タイプの方が私は好きです。なんかね、ゴムタイプの後輪ベルトを胸の下にするとなんか苦しかったんですよね。で、こっちの紐タイプにすると結構楽だったので、腰は後輪ベルト、胸の下は腰紐って感じで安定しています。で、次はおはしょりを整えていきます。で、おはしょりが結構裾を、上げた感じで着付けているのでかなり余ってる状態です。で、こんな感じでおはしょりを上にニューンとニューンと上げて、こんな感じで整えていきます。で、ちょっと失敗したなって思ったのが、普段より裾を短めに着付けているので、おはしょりの部分になんていうんですかね、2枚、布が溜まった状態になっているので、おはしょりの部分がこの1枚じゃなくて2枚重ねみたいな感じになって、ちょっとモコっとした感じになってしまったのが失敗かなって感じなんですけど、まあね、ちょっとね時間がないのでこの時ねちょっと時間がなかったので、もうこれで諦めて、なんとかしていこうかなと思っています。そしてこのおはしょりを上げた部分にマジックテープタイプの縦締めをつけていきますつけれてませんはい、ということで、これがねちょっとねビヨンってなってちょっと扱いにくいんですけれども、ここにマジックテープタイプの縦締めをつけていきます。多分本当はここにもう一本ね先に腰紐を打った状態でこの作業をすればいいんですけど、もう時間もないし腰紐もねちょっと一本省略したいなっていうことで、もうねすぐにこの縦締めをペイッとつけちゃっています。で、こんな感じで大体の着物は着れたかなという感じですかね。そして次が帯を巻いていきたいと思います。帯はこれもねポリエステルですね。この日が雨予報だったのでポリエステルの半幅帯にしてみました。帯の結び方は安心と信頼のカルタ結びですもうこれがね間違いがない、本当に簡単で
着崩れもないですし、とにかく時短帯結びってやっぱすごい時間かかるじゃないですか。なんですけれども、カルタ結びって一回覚えちゃえば本当に簡単にできるので、こういう急いで着付けをするときや、簡単に着付けをしたいときに重宝しています。ちなみに今回は帯板は省いています。結構普段着物の時は帯板を省くことが多いかな。きっちり着たい時はもちろん帯板入れることが多いんですけれども、この日はね、お友達と気軽にランチに行こうっていう感じだったので、帯板なしでかなりカジュアルな着付けと、コーディネートになっていますね。ハロウィンですよそう、ハロウィンって何ぞっていう感じではあるんですけれども、だいたいこのかぼちゃとかね、お化けとかでなんかこのトリックオアトリート的な感じのなんかお祭りなんですけれども、どっちかっていうとなんかこの SNS でなんか結構ハロウィンコーデとかねされてる方もいらっしゃって、大人も子供も楽しめる仮装イベントって感じになってますよね。うちの子供たちもハロウィンが大好きで、もう何と言ってもやっぱお菓子がもらえるからそう、お菓子目当てでハロウィンは楽しんでるっぽいです皆さんのハロウィンの楽しみ方みたいなのがあれば、ぜひコメント欄に書いて教えてくださいね。みんながどうやって楽しんでるのかいまいち分かってないのでよろしくお願いします。そうこう喋ってるうちにカルタ結びもだいぶできてきました。このね、カルタ結びのこの後ろのこの何ですかな、リボンっぽいとこですかね。これをね、わりかしねちっちゃめにする方が私は好きなんですよね。なんかあんまり大きいとビロビロしてきてしまいますし、このちょっとちっちゃめにコンパクトにまとめるのが結構好きです。ね、こんな感じに手先をこの帯の中にぐるぐるとしまい込んでいくので、かなりね、ぺったんこにできますし、着崩れも、少ない帯結びになっています。で、今回はさらにこの着崩れであったりとか、この帯がね、やっぱポリエステルだとね、滑ってきて着崩れるというか、その帯が外れちゃう可能性が若干あるので不安なので、この帯締めをねつけちゃいたいと思います。帯締めがある方が私はコーディネート的にもすごく可愛いと思っているので、今回は帯締めありの、カルタ結びにしたいと思います。で、帯締めがね、なんかいい感じの色がなかったので、若干このレトロなフォーマルっぽい感じの帯締めになっちゃったんですけど、ブレーコーということでね、ブレーコーよくわかんないんですけど、カジュアル着物だからね、別にそこまで厳しく、格とか気にする必要はないかなと思っています。で、帯締めですね。ちょっとレトロな感じの帯締めなので、ちょっと短いんですよね、これがちょっと短いぞー。いっか。で、こんな感じで、帯締めを締めたら、あとは帯板を入れてないことで若干ね、このシワがね寄りやすいので、こんな感じでシワを取っていきます。あとは全体のバランスを見て、ちょっと帯の位置を直してみたり、おはしょりを気にしてみたりして、完成です。全身はこんな感じになっています。オレンジのね、このウール着物とこの黒のね洋服と帯のバランスがいい感じにできたんじゃないかなと思います。和洋ミックスだとこんな風に簡単に10分程度で着付けをすることができます。なので初心者さんなどにもとってもおすすめです。ハロウィンコーデ皆さんもやってみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。チャンネル登録もお願いします。